ウィトルウィス的人体図はルネサンス期の有名なシンボルの一つであるレオナルド・ダ・ヴィンチの絵です。なぜでしょう。ただのデッサンでは？残念。まず数学的に答えてみます。円の面積は円周率に半径の2乗をかけて求めます。正方形の面積は底辺×底辺です。でも円と同じ面積の正方形の作り方はどうでしょう。これは円積問題と呼ばれ、古代世界から提唱され、当時の多くの思想のようにルネサンス期に再注目されました。結局円周率のため、この問題が解けないと分かったのはまた別の話です。ダ・ヴィンチの絵は古代ローマの建築家ウィトル・ウィウスの影響を受け、人間を円と正方形の中心に置きました。ウィトル・ウィウスはへそが人体の中心で、コンパスの針をへそに合わせれば完璧に人体の周りに円が描けると主張しました。その上、彼は腕を広げた長さと身長がほぼ一致すると気づき、正方形の中にも体を配置しました。ダ・ヴィンチはこれに人間を両方の図形に当てはめて円積問題を比喩的に解いたのです。しかしレオナルドはウィトル・ウィウスだけを考えていたのではありません。当時イタリアには新プラトン主義と呼ばれる知的運動があり、これは4世紀にプラトンやアリストテレスが発展させた概念。存在の大いなる連鎖では、宇宙は鎖のような階層があり、その連鎖は神を頂点として始まり、天使を通り、惑星、星、すべての生物、最後の悪魔へと降りていきます。この哲学的運動の初期では、この連鎖で人間は真ん中です。人間はやがて死ぬが、不死の魂を持つため、宇宙を半分に分けるのです。ダ・ヴィンチがウィトルウィス的人体図を描いた頃、ピコ・デラ・ミランドラという新プラトン主義者は別の考えを持っていました。彼は人間を連鎖の外に出し、人間には自分の望む地位につける独自の能力があり、神は自身が創造した美しく複雑な宇宙を理解できる存在を望んでいると主張しました。これが人間の創造となり、神は人間を宇宙の中心に置き、自分が望む姿になれるようにしたのです。ピコによると、人間は連鎖の下で、動物のようになることも、情報で神のように振る舞うことも、自ら選択できるのです。絵に話を戻すと、人間の体制を変えることで、円と正方形の相入れない領域を埋められます。幾何学が宇宙を記述する言語だとしたら、この絵は宇宙のどんな要素にも人間は存在できると述べています。人類は幾何学的、哲学的にも自分が好んだ形になれるのです。この一枚の絵にダ・ヴィンチは、数学、宗教、哲学、建築、彼の時代の芸術技法を取り込みました。これほど長い間、すごいシンボルであるのも当然です。もっと学びませんか？これらのビデオを見て、新たに挑戦してください。チャンネル登録をお願いします。あふれる好奇心を持って。